今回はリクエストをいただいていたガラスフレンチネイルご紹介していきたいと思います。単純に5本のデザインをご紹介していくのではなく、ガラスフレンチネイルでもいろいろな表現の仕方あると思いますので、また今回はですね100均でいろいろなアイテムを購入してきたので、その100均のものだけを使ってガラスフレンチネイルご紹介していきたいと思います。それではまずベースに使っていくカラーを作っていきたいと思います。ベースのカラーを変えることによって先端のガラスフレンチもですねまた見え方が変わってくると思いますので、今回は3色のカラーを使っていきたいと思います。まずはスタンダードなピンク、ミルキーピンクとライトピンクを混ぜてこのように作っていってください。続いてコーラルのカラーはですねこのままですね肌に近いカラーになってくるので、このまま使っていきたいと思います。塗りやすいようにパレットにですねこのように取っておいてください。あとはこのベージュというカラーもですねこれは肌に近いというよりちょっとシックな感じでも見えてきますので、こういったベージュのカラーもですねベースに引いてフレンチネイル楽しんでいくこともありますので、このベージュのカラーも参考程度にですねやっていきたいと思います。ではこの3色をまずは塗っていきたいと思います。使っていく筆は色ジェルのフラット筆を使っていきたいと思います。まずはスタンダードなピンクのカラーから塗っていきたいと思います。今回は先端をガラスフレンチにしていくんですが、ベースにこういったピンクのカラーを引いていくと、このガラスフレンチの部分がですねすごく引き立ってくるのと、やっぱり爪によってですねイエローラインがバラバラだったりとかしますので、そういった意味でもですね綺麗にフレンチラインを統一していくのにこういったベースのカラーを引いていくといいです。で今回簡単にですねベースのカラーを引いて先端にラメとかあとガラスフレンチにしていこうと思いますので、全体的にですねこんな風にピンクのカラーを塗ってあげてください。でどちらかというと先端のあたりはですねあまり厚みを出さないようにちょっと薄くなるような感覚で塗っていただければ大丈夫です。バーチャルネイルと同じような感覚になってくるんですが、この今からやるこの薄ピンクとあとコーラルのカラー、そしてベージュのカラーのこの3色はフレンチが引き立ってくるのがあるのと、あとはですね手の血色もすごくよく見えてくるカラーなので、この3色はおすすめのカラーになってきます。ただ自然な感じで仕上げていきたいなといった時には薄ピンクのカラーを使っていただくといいと思いますし、少し明るめにいきたいなといった時にはですねこういったコーラルとかあとはベージュのカラーを引いていただくといいと思います。今回はせっかくなのでこの3色で、ガラスフレンチですね試してみたいと思います。またガラスフレンチも100均のアイテムを使って5種類ですね楽しんでいこうと思いますので、ベースのカラーによってガラスフレンチの種類がですね合う合わないっていうのもあると思いますので、そういったものも含めてやっていきたいと思います。そしてこんな風にベースにカラーをつけてフレンチネイルを楽しんでいく際は、この100均のカラージェルは未硬化ジェルが残らないタイプのものになるんですけれども、未硬化ジェルが出るタイプのカラージェルを使っていく際はですね未硬化ジェル拭き取ると若干カラーが薄くなりますので、少し濃いめにですね塗っていただくといいと思います。そして先端にフレンチをやっていきますので、その分ですねこの今のカラーの上にフレンチの厚みが乗ってくるので、先端がですねちょっとぼってりするのが嫌だなという方に関しては、あらかじめ爪をですね少しスマートに削っておくのもいいと思います。では早速ですね100均のアイテム使っていきたいと思います。まずはこのグリッターパウダーといういろいろ種類が入っているものなんですが、この真ん中にあるこれシルバーのちょっとオーロラっぽい感じのものなんですけれども、これをクリアジェルと混ぜてフレンチのベースのキラキラにしていこうと思います。で今回使っていくクリアジェルはもう100均のベース&トップジェルのものをですね使っていきたいと思います。このクリアジェルに混ぜていくこのグリッターの量なんですが、あまりですねこの筆を通した時にゴテゴテするような感じだとフレンチラインがうまく引けないので、ただ緩すぎてしまってもですね同じようにベチャーとなりやすいので、その中間ぐらいを取って混ぜて作っていただくといいです。では色ジェルのライナー筆を使ってまずはフレンチラインをですねこのようにラインを描くようなイメージで作っていきます。本来私のこの今の爪の長さだったらフレンチの幅はですねもう少し細いぐらいの方がかっこよく見えてくるんですけれども、今回爪先のこのガラスネイルのところをですね主役にちょっと出していきたいので、少し太めにですね作っていきたいと思います。そしてフレンチの時は特にですねこの
短い爪の時もそうなんですけれども、フレンチのこの高さをですね少し高めにしていただいた方が爪がこうシュッとかっこよく見えてきますので、この両サイドの山の位置ですね、この部分を高くしていただくといいです。ナチュラルなカーブがお好きという方も見えるんですけれども、どうしてもこのラメで引いていくこのフレンチラインはどうしても白とかの濃いカラーに比べるとはっきりしにくくなってくるので、そういった時はですね緩やかなカーブよりちょっときつめに作っていただいた方がフレンチラインがですね映えてくると思います。このグリッターを使ったフレンチの部分はですね、小指、薬指、人差し指をですねベースこのグリッターにしていきますので、同じようにですねフレンチ作っていってください。このグリッターでフレンチをしていくときはですねこの後にちょっとキラキラのガラスをですねイメージしてフィルムとかを乗せていきますので、このグリッターだけでこう先端のところですねあまりボコつきすぎてしまうとその分厚みが出すぎてしまいますので、できるだけ平らになるように塗ってあげてください。では続いて、これも100均のアイテム、これはネイル用品ではないんですけれども、なんかパールファイバーといってハーバリウムとかにですね何かこう入れて使っていくのにいいものだと思うんですけれども、そこにですねこういったシルバーのラインがですねこう入ったものがですね売っていたので、これをですねちょっと使っていきたいと思います。まずはこのさっきグリッターでやっていないところですね、中指と親指のところにはこの細い線を使ってV のフレンチにですねラインを当てていきたいと思います。ある程度の長さでカットしていただいたらベース&トップジェルのクリアジェルを塗っていただいて、このようにですね綺麗に V になるようにこんな風にのせていただいたら、そのまま硬化していきます。で、横の部分ですね、サイドギリギリのところでカットしていただいて、このちょうど角に当たるところはですねどうしても剥がれやすかったりしますので、もう一度ですねしっかりとクリアジェルを塗って貼り付けて硬化してあげるといいです。親指も同じようにやっていきます。でこのシルバーのこの棒のやつなんですけれども、割とですね結構柔らかい感じのものなのでクリアジェルにペタッとくっつくような感じなんですけれども、どうしてもこのやっぱりカーブがある分ですね端のところは浮きやすくなってくるので、こんな風に両手でですねちょっと止めながらライトに入れると端のところがですね浮かずにくっつけていけると思います。はい、こんな感じでまずはですねフレンチ完成になります。いいねと思ったらいいねボタンをお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではここからガラスフレンチ、ガラスに見立ててですねいろいろなアイテムを入れていきたいと思います。まずはこれも100均のアイテムなんですけれども、100均のネイルコーナーにはなかなかですねこういったフィルムタイプのものがないので、だけどそのネイル以外の部分でですね意外と探すとたくさんこういったものって売ってるもので、もうこれなんかよくパーティーとかに使うようなものなんですけれども、これのこのシルバーの部分をですね使っていただくと、もう本当によく私たちがサロンで使っているこういうメタルのフィルムとほとんど同じだと思います。で硬さもですねそんなに硬いものでなく、結構ペラペラなものなので爪の中にも入れやすいと思います。これをある程度の大きさでカットしていただいて、でこのカットの仕方もですねできるだけ三角にカットをしていくとこう破片みたいな感じで表現していけるんですけれども、三角がですねちょっと鋭くなるような感じで大きいものと小さいものをランダムにカットしていただいて、こんな風に乗せていただくといいです。ところどころフィルムを重ねるような感じの部分もあっていいと思います。では続いてこれ先ほどですねフレンチにも使っていたラインのものなんですけれども、これを細かくカットすると、これもよくグリッターの中に入っている細い棒みたいなのがあると思うんですけれども、それと同じような感じになってきますので、それをですね使っていきたいと思います。先ほどこのライン V 状にしたラインのところですね、ここに同じようにですねこんな風に入れていきます。これもですね2つのラインをこう重ねるような感じでですねランダムに入れてあげてください。もうこの棒状のものに関しては自分でですねカットしていけるので、同じ長さのものでなく長いものと小さいものをですねミックスにカットしていただいてランダムに入れていくといいと思います。で続いてこれも100均の、これはネイル用品になってくるんですけれども、ファイバーネイルホイールといってちょっと乱切りのホイールみたいな感じかなと思ったんですけれども、蓋を開けてみてびっくり。もう蓋を開けた瞬間にびっくり箱みたいな感じでボワッと出てきたのでちょっとびっくりしたんですけれども、なんか細いものとちょっと太いもの、なんか繊維みたいな感じですかねがこう
いろいろミックスされて入っているものなんですけれども、ちょっとどんな風に使おうか悩みつつ、この先端のところにですねランダムに入れてみました。ただ見ての通りもうくしゃくしゃにつくので、もうどうしようという感じだったんですけれども、なんとなくこの爪先に入れながらですね、金箔のようなイメージでちょっと手でですねトントンと押さえながらこんな風に入れていきました。でそうするとやっぱり太い部分とこう細い部分という感じでですね、意外とこうミックスされた感じはですね素敵だなと思いました。ただやっぱりこう全体的に使っていく時にはすごくいいと思うんですけれども、なんかちょっとこう雑な感じが出たりとかして、それがまたニュアンスっぽいデザインとかにもおすすめかなと思うんですけれども、先端の部分だけに入れようと思うとなかなかこんな風に入れたいなと思ってもちょっとそれが難しいかなと思ったので、全体的に楽しんでいく時に使うといいと思います。では続いて、これもネイル用品なんですが、ホログラムとこのホログラムのこのいろいろ入っているもの、なんかダイヤモンドという形のものでいろいろなカラーがあったんですけれども、これもですねせっかくなので使っていきたいと思います。先ほどの小指、薬指、人差し指にはベースにですねグリッターを塗っていたんですが、中指とこの親指に関してはこの V ラインで地にですねグリッターを入れていない分、今回こういったホログラムでですねちょっと埋め尽くしのような感覚で入れてみたいと思います。ただ通常の埋め尽くしのような感じで全部をこう埋めてしまうと本当に昔流行ったミラーボールみたいな感じのイメージになってしまうので、ガラスの破片をイメージしてこうランダムにですねちょっと下が見えるような感じで入れて、そこにこのダイヤモンドのホログラムをですね入れてみたいと思います。でこれもいろいろなカラーがあるんですけれども、これちょっとこう形がですねダイヤモンドに膨らんでいるような感じのものなんですけれども、その逆を向けるとちょっといい感じにですね輝きがあるかなと思ったので、表向きに使っていくのではなく逆に反対向きにしてちょっと使ってみたいと思います。でちょっとオーロラっぽく光るものと反対向きに使うと全部シルバーになっているんですけれども、シルバーというような感覚でこのようにですね入れてみます。ただ大きさがちょっと大きいので親指の大きさにはいいと思うんですが、他の指にはちょっとやっぱり大きいかなというのが正直なところです。では続いて、これも100均のアイテム、ネイル用品ではないんですがラッピングシート、このキラキラグリッターでできているシートなんですけれども、これ筒になっているのでいい感じのこうキラキラだなと思って購入してみたんですけれども、意外とちょっと中を開けると結構薄さはですねペラペラなので中に入れやすいかなと思ったんですが、輝きが1枚単位で見るとちょっと薄れるような感じがあったので、やっぱりですねネイルのこの爪先に入れると思っていたよりも輝きが少なかったです。でこれも薬指と同じようにですね、こんな三角ちょっと角張ったような感じでカットしていただいてランダムにこのように入れていきます。やっぱりクリアジェルをのり代わりにして入れていくんですが、クリアジェルをこうつけるとちょっとこうなんていうんですかね、色が濃くなるというかキラキラさがですねまたちょっと半減するので、やっぱりラッピング用品かなというのが正直なところです。では続いて、これもですねラッピングシートのものなんですけれども、ホログラムというものと、あとはクリアバカの袋なんですけれども、それがオーロラフィルムとほとんど一緒だなと思ったんですけれども、その2種類を買ってみたのでオーロラ系のものということでちょっと統一しつつこの2つをですね使っていきたいと思います。袋になっているので当然こんな風にですね2枚重なっているので、端のところをですねピーッと広げていただくと1枚になりますので、1枚にしていただいたら通常のフィルムのようにですねこのように三角にカットしていきます。でこの薄さも分厚すぎず薄すぎずという感じで、私が普段サロンで使っているシートと同じぐらいの厚みだと思うので、これもいい感じだと思います。ラッピングシートのものは不透明のもので、こんな風にちょっとパステルっぽいオーロラの輝きなんですけれども、それと通常のオーロラシートを重ねて意外とですね輝きがすごく良かったです。はい、ではこんな感じで5本指ですねそれぞれアイテムを変えてガラスフレンチで作ってみたんですけれども、一旦これでですねトップジェルでコーティングしていきたいと思います。こういったアイテムを使っていった時ですねトップジェルをコーティングするとまたその輝きがですねアップしたり、もしくは半減したりといったこともありますので、トップジェルをコーティングしてまたですね見ていきたいと思います。
そして先端のところにですねいろいろなアイテムを入れている分、どうしてもシートによってはトップジェルを反発してしまったりといったことがあると思いますので、それはネイル用品でもホログラムとかそうなんですけれども、そういった場合はですね2回に分けてコーティングしていただくといいと思います。最初にですねベースを先端のあたりを少し薄めに塗っていただいて先端をフレンチにしていったんですけれども、どうしてもアイテムが乗った分ですね先端に膨らみが出やすくなってきますので、プレートの根元のあたりにしっかりとですね均等にトップジェルをコーティングしてあげてください。でただですねあまり分厚くなりすぎてしまっても良くないんですけれども、ある程度コーティングをしていただいて、後からですねシェルの埋め込みと同じような感覚でちょっとトゲトゲと出てしまった部分とかはですね形の整えの時に削っていけば問題ありませんので、あまり厚みを出しすぎないようにですねコーティングしてあげてください。では効果が終わったら未効果ジェル拭き取っていただいて形を整えていきたいと思います。まずは通常通りですねサイドのラインをスマートにですねちょっと膨らみが出てしまった場合は形を整えていきます。でと同時にですね先端の先ほど言っていたホログラムとかでですねトゲトゲしてしまった部分に関してはですね表面しっかりとすごく削っていくというわけではなく、トゲが出ているところだけをさっとファイルを通すような感じでやっていただくだけでも変わってきますので、そんな風にですね形を整えてあげてください。それでは最後に色ジェルのグロッシートップジェルでツヤ出しでさっとですねコーティングしていきたいと思います。今回は特にサイドの部分と表面のトゲトゲがある部分をですね削っていっている分、このツヤ出しのトップジェルはきれいにコーティングしてあげてください。量が少なすぎてしまうと筆はけの部分がですね跡がついてしまいますので、たっぷりめに取っていただいて塗っていただくといいと思います。では最後にキューティクルオイルを塗っていただいて完成になります。今回は100均のアイテムだけを使ってガラスフレンチネイルをですね5種類やってみたんですが、ベースのカラーも薄いピンク、そしてコーラルのカラー、ベージュのカラーと3色で、ネイル用品で売っている100均のものとネイル用品とは違う100均のアイテムをですねそれぞれいろいろ組み合わせて入れてみたんですが、正直なところやっぱり一番ですねこういったガラスネイルキラキラ感を表現していくときはベースに引いていくグリッターが本当に大事になってくると思うんですけれども、そのグリッターがやっぱり100均のものを使っていこうと思うと私が最初にですね薬指とかに塗っていったものなんですけれども、そのグリッターぐらいしか見当たらなくって、やっぱりいろいろなグリッターで試してみたかったんですが、やっぱそういった面でちょっと100均のアイテムは弱いかなというのが正直なところでした。ただ組み合わせ方によっては小指、薬指に関してはですねすごく100均のものでも十分楽しんでいけると思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。100均のものは本当にいろいろとネイル用品を使わなくてもこれ意外と使えるなといったものがあるので、そういったものを使っていただくといいと思うんですが、ただやっぱり100均のホログラムだったりとかグリッターに関してはちょっとやっぱり100均のものでは弱いかなというのが正直なところだったので、またですねその100均のものとあとはプチプラのものとかでいいと思うんですけれども、そういったものを組み合わせていろいろと楽しんでいただくといいと思います。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。